こんにちは、ソニック研究員の KT です。皆さんこちらのゲーム覚えていますか？昨年6月に世界中で大人気な建築ゲームマインクラフトで配信されたソニックとのコラボ DLC です。ソニックのステージやキャラクターを再現したワールドだったり、マイクラ本編で使えるスキンが24種類も収録されているなど、非常に豪華で完成度の高い DLC になっているんですね。僕もめちゃくちゃ遊ばせてもらいました。そんなソニックとマイクラのコラボ DLC になんと新しいステージとスキンが追加されたということで、早速ダウンロードしてどんな感じになったか調査してきました。全部紹介してると長くなっちゃうんで、この動画では新しいステージの方を紹介したいと思います。スキンについてはまた別動画でご紹介しますね。去年このマイクラコラボを遊んでいた人はもちろんのこと、遊んでいなかった、こんなゲームがあるなんて初めて知ったという方にも分かりやすく楽しんでもらえるように解説していくので、ぜひこの動画を見てソニックの新しい世界を体験していただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。まずはこのソニックとマイクラのコラボゲームが一体どんなゲームなのかについて解説します。追加要素だけパパッと解説してはい終わりなんて突き放すような真似はしないのでご安心ください。そもそもソニックとマイクラのコラボって何？どういうこと？ソニックってめちゃくちゃ速く走るアクションゲームだよね。マイクラってブロックでいろんなもの作れる建築ゲームだよね。その2つがコラボってどういうこと？わけがわからないよ。何も知らない人が初めて聞いたらこうなると思うんです。でも思い出してください。マイクラはブロックでいろんなものを自由に作れるゲームなんです。そう、このマイクラコラボ DLC がどんなものなのかというと、マイクラでソニックの世界を作ってみたっていうゲームなんです。そんなことできるの？できるんです。このマインクラフトというゲームはすごいですよ。他にもディズニーランドだとかスター・ウォーズの世界を再現したものなんかもマイクラ内のショップで販売されています。もう伊達に世界中で大ヒットしてないですよ。文字通り何でもできるんです。ただこのソニックとのコラボ DLC に関しては、単にソニックの世界を作ってみたというだけではないんです。なんとマイクラで再現されたソニックの世界で、実際にソニックが遊べちゃうんです。どういうこと？これはもう見てもらった方が早いと思うので、実際のプレイ映像をご覧ください。いかがでしょう？マイクラで再現されたソニックの世界で、ソニックの超ハイスピードアクションゲームが遊べちゃうんです。これすごくないですか？しかもよく見てください。しっかりめちゃくちゃ速いですよね。ちゃんとソニックなんですよ。最初遊んだ時は感動しましたね。しかもですよ、このステージは初代ソニック・ザ・ヘッジホッグのファーストステージ、グリーンヒルを再現したものなんですが、あと2つステージが用意されているんです。1つはソニック・ザ・ヘッジホッグ2に登場したケミカルプラント。ソニックファンにとっては非常に印象深いステージなんですよね。ソニックって実は泳げないっていう設定があるんですよ。水が苦手なんです。なんで長い時間水の中にいると溺れてミスになっちゃうんですね。そんな中でこのケミカルプラントはもう水中パートが広い広い。なんとソニックを溺死させてしまったか分かりません。もう一つのステージはソニック&ナックルズに登場したスカイサンクチュアリ。ここも有名なステージですよね。空に浮かぶ神殿を上へ向かっていくステージで、ワープ装置やバウンドする雲といった色々な仕掛けがあって楽しいです。このソニック界を代表する大人気ステージ3つが収録されているので、これだけでもう楽しそうですよね。しかもすごく細かいところまで再現されていて、例えばグリーンヒルのこの部分、木の上に着地するとそこにジャンプ台が隠されていて、空中にあるリングを回収できるんですが、この仕掛け原作にもあるんですよね。すごく有名な隠し要素で、木を見つけたらとりあえず乗ってみるのはソニック界では常識です。こういう細かいところまで作り込んでくれてるのめちゃくちゃ嬉しいですよね。さらにアクションステージだけじゃなくて、なんとチャオガーデンまで用意されてるんですね。このチャオガーデンというのはソニックアドベンチャーシリーズなどに登場した場所で、ここではソニック界の最強のマスコットチャオを育成するミニゲームが遊べたんですね。残念ながらこの DLC でチャオを育成することはできないので、これ完全にファンサービスですよね。ただ育成はできないものの話しかけるとリアクションしてくれるので非常に癒されます。このようにマイクラで再現されたソニックの世界で実際に遊ぶことができて、さらに収録されているのはソニック界を代表する3つの大人気ステージで、どれも非常に細かく忠実に再現されている。そしてチャオガーデンという素晴らしいファンサービスまで用意してくれているということで、これだけでもうこのコラボ DLC がどれだけ素晴らしいかということが伝わったんじゃないかと思うんですが、実はまだあるんです。こんなもんじゃないんです。この DLC の真の力は。なんとこのコラボ DLC にはプレイヤーキャラも5体用意されています。主人公のソニックはもちろん、テイルス、ナックルズ、エミー、シャドウでも遊ぶことができるんです。これはすごいことですよ。最近だとソニック本編でもソニックしか使えないことがほとんどですからね。それが5人もプレイヤーキャラが用意されてるのはもうほんとすごいことです。さらにですよ、キャラクターごとに固有のアクションまで用意してくれてるんです。ソニックはあまり知らない人には馴染みがないと思うんですが、ソニックには色々なキャラクターがいて、それぞれ得意なアクションがあるんですよ。
例えば2本の尻尾を持つキツネテイルスはその2本の尻尾をプロペラのようにして空を飛べるんですね。ハリモグラのナックルズは非常に腕力が強いということでパンチが得意で、あと少しの間滑空することができます。この滑空に関しては急にって感じですよね。なんで飛べるのって話なんですが、この頭のトゲを広げることでパラシュートの要領で滑空できるみたいです。めちゃくちゃ隙間あるがっていうツッコミはなしでお願いします。そしてソニックシリーズのヒロインピンクのハリネズミであるエミーはこう見えて自分の身の丈ほどもあるハンマーを振り回して戦うんですね。非常にパワフルなヒロインなんです。名探偵コナンのラン姉ちゃんみたいな感じですかね。いいですよね、こういうキャラ。僕強いヒロインって大好きなんですよ。非常に魅力的なキャラクターです。そして最後のシャドウですが、シャドウはカオスエメラルドというソニックの世界にある非常に強力なエネルギーを秘めた宝石を使ってカオスコントロールという技を使うことができるんですね。ちなみにこのカオスコントロールという技は時間と空間を操れるという技です。一人だけ明らかに技の次元が違いますね。他のキャラは飛べる、パンチが強い、ハンマーで戦うといった感じなのに、一人だけ時空を操れる。最強なんです、シャドウは。今紹介したような、テイルスの飛行、ナックルズのパンチと滑空、エミーのハンマー、シャドウのカオスコントロールといったそれぞれのキャラクター固有の技が、このマイクラコラボ DLC にもしっかり実装されているんです。これすごくないですか？何回も言っちゃってる気がしますけど、本当にすごいですよね。しかも、まだあるんです。まだあるのって感じなんですけど、まだあるんです。恐ろしいんです、この DLC。なんとここまでいろんな要素を用意してくれている上で、やり込み要素まで充実してるんですよね。まずソニックシリーズでおなじみのカオスエメラルド収集があります。さっき紹介したソニックの世界にある膨大なエネルギーを秘めた宝石ですね。ステージのどこかにある巨大なリングに触れるとミニゲームが始まって、このミニゲームをクリアするとカオスエメラルドがもらえます。カオスエメラルドっていうのは全部で7つあってですね、7つのカオスエメラルドを全て集めると、プレイヤーキャラにスーパーソニックが加わるんです。スーパーソニック。ソニックがカオスエメラルドの力でパワーアップした姿ですよね。原作だと無敵状態で無双できたり、作品によってはラスボス戦で変身したりします。非常にかっこいいですよね、スーパーソニック。このマイクラコラボでもちゃんと無敵状態なので、とにかくストレス発散したい、無双したいといった時にはおすすめです。他にも色々な実績が用意されていたり、3つのステージに連続で挑むハードモードがあるなど、全て制覇しようとするとかなりの時間遊べます。もう1本のゲームです、これ。僕の知ってる DLC じゃない。その上で、ソニックシリーズのキャラクターを模した24種類ものスキンもついてるんですね。スキンというのはマイクラ本編での見た目を変えられるアイテムなので、これを使えばソニックたちの姿でマイクラを遊ぶことができるという夢のようなアイテムです。しかもすごいマイナーキャラまで用意されていて、かなりコアなファンじゃないと知らないキャラも何人かいます。こちらは以前24種類のスキンをまとめて紹介する動画を作ったので、気になる方はそちらの動画をチェックしてください。概要欄にリンク貼っておきますね。さあどうでしょう皆さん、全部頭入りました？ソニックの世界をマイクラで再現して、さらに実際にソニックで遊ぶことができるシリーズを代表する大人気ステージが3つも用意されていて、どれも細かいところまでこだわって再現されている。プレイヤーキャラは5人もいて、それぞれの固有技もしっかり再現されている。やり込み要素も豊富。マイクラ本編で使えるスキンが24種類もついている。どうですか皆さん、めちゃくちゃ豪華じゃないですか？すごいですよね。もちろんこれだけの要素が詰まっていますから無料ではありません。マイクラ内のショップで1340マインコインで買うことができます。マインコインっていうのはマイクラ内のお金なんですが、日本円にするとだいたい930円くらいです。1000円いかないんですよ。安い。別に買わせようと思ってるわけじゃないですよ。あくまで僕の感想ですから。でもめちゃくちゃお買い得だと思います。そんなとんでもないゲーム、ソニックとマイクラのコラボ DLC になんと新しいステージと新しいスキンが追加されたんです。これは気になりますよね。お待たせしました。今回追加された要素について解説していきます。まずは新しく追加されたステージ。これ気になりますよね。一体どのステージが追加されたのか。今回追加されたのはこちら、ラビリンスゾーンです。ラビリンスゾーンと言われて、どんなステージだっけと思う方もいるかもしれません。というのもこのラビリンスゾーンは、これまでのグリーンヒルやケミカルプラント、スカイサンクチュアリと比べるとそこまで有名なステージではないんですね。このラビリンスゾーンの元ネタは、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの第4エリアです。ラビリンスという名の通りかなり複雑な地形になっていて、トラップの数も多いです。さらに先ほど説明した恐怖の水中パートもあるので、どちらかというと難しめなステージになっています。そんなラビリンスゾーンがどう再現されたのか、早速見ていきましょう。ステージが始まるとすぐ目の前に見覚えのある結晶や銅像がありますね。原作にも至る所にありました。そのまま進むとスイッチで開く扉があり、そこを抜けると出ました、床から出てくるトゲからの火の玉を打ってくる謎の銅像。ラビリンスゾーンといえばこの容赦ないトラップの嵐です。そこを抜けると敵と遭遇、モグリンとブクブクです。
どちらも原作にいましたよね。その先には見覚えのない鎌がありましたが、これは原作にあったトゲ付き鉄球の代わりですかね。その他にもなぜかスカイサンクチュアリにいたエッグロボが出張しているなどの違いはありましたが、相変わらず素晴らしい再現度です。特に感動したのはこのウォータースライダー。これも原作にあったギミックなんですが、 3D になったおかげですごい迫力が増してたんですね。スピードもあるのでめちゃくちゃ楽しいです。あと紹介しておきたいのは隠しルートがいっぱいあったことですね。例えば落下する床の先にアイテムがあったり、ウォータースライダーの途中に隠し部屋があるなど、ただ駆け抜けるだけじゃなくて探索しがいがあるなと思いました。一方で原作と大きく変わった点が一つだけあって、水中パートが作られていませんでした。これはあえてなのかマイクラの仕様的に厳しかったのか分かりませんが、ちょっと残念でしたね。原作をプレイしていた時はあんなに怖かった水中パートなんですが、いざなくなると一抹の寂しさを覚えるから不思議なもんです。実装されたらされたで難易度爆上がりしてたかもしれないですけどね。ということでまとめますと、水中パートがないという大きな違いはあったものの、その他の部分はしっかり再現されていました。探索できるステージというのもこれまでなかったので、うまく差別化もできていると思います。ただこれだけでは終わらないのがこのマイクラコラボ。ステージ一つだけ追加してはい終わりなんてことにはなりません。このラビリンスゾーンの追加に伴ってやり込み要素も追加してくれてるんです。さすがですね。しかもステージを5回クリアするみたいな生半可なやり込みじゃないんですよ。今回追加されたやり込み要素はマスターエメラルド集めです。ついに来ましたマスターエメラルド。さっきソニックたちの世界にはカオスエメラルドっていう宝石があるよって話をしましたよね。カオスエメラルドというのは膨大なエネルギーを秘めた宝石で、ソニックはその力を借りてスーパーソニックに変身できるという設定でした。ですがこのカオスエメラルドには善悪の概念はないんです。つまりどういうことかというと、悪の手に渡ると悪いことに使われてしまうんですね。そうなった時のためにカオスエメラルドを制御する宝石があるんです。そう、それがこのマスターエメラルド。そしてこのマスターエメラルドには砕けてしまってもかけらを集めれば元に戻るという性質があります。どういうことというツッコミはなしでお願いしますね。そういうもんなんです。すごい宝石なんです、マスターエメラルドは。このマスターエメラルドはナックルズが守護しているという設定なんですが、ソニックの本編作品であるソニックアドベンチャーやソニックアドベンチャー2ではいろいろあって砕けてしまったマスターエメラルドを元に戻すためにナックルズがかけらを探すというパートがあります。今回実装されたやり込み要素はそのマスターエメラルドのかけら探しのオマージュということになりますね。これもソニックファンにとっては嬉しいですよ。というのもこのマスターエメラルドのかけら探しは2001年のソニックアドベンチャー2を最後に出てこなくなっちゃったんですよね。ソニックといえばハイスピードアクションだという考えだとこの宝探しパートいらないよねという意見があるのも理解できるんですが、僕はこのマスターエメラルド探し大好きだったんで復活してくれてすごい嬉しいです。マスターエメラルドのかけらは全部で6つあって全てラビリンスゾーンにあります。どこにあるかという話をするとネタバレになっちゃうんで、それはまた別途攻略動画という形で動画化しようと思っています。興味がある方は少々お待ちください。そして見事マスターエメラルドを完成させるとマスターモードというステージが開放されます。これは一言で言うとラビリンスゾーンのハードモードですね。リングの数が少なくなっていて敵やトラップの数が多くなっています。さらに残機は必ず1の状態で挑むことになるのでかなり歯応えがありますよ。ちなみにディスコードアカウントを持っているとクリアタイムを世界中のプレイヤーと競い合えるようです。ちなみに僕は初めてクリアしたタイムは3分31秒でした。早いか遅いかは分かりません。多分遅いと思います。もしやってみた方がいたらぜひタイムを教えてください。以上、マイクラ DLC のアップデートで追加されたステージの解説でした。初めはちょっとマイナーなステージかなと思ったんですが、スライダーがあったりトラップが多いというこれまでにないステージだったので、このコラボ DLC 全体で見た時にすごくバランスがいい進化をしたなという印象を持ちました。同じようなステージばかりになったらそれはそれで飽きちゃったりするかもしれませんからね。個人的にはかなり満足度の高い DLC でした。何よりすでにこのコラボ DLC を持っていたら無料でアップデートできるのでやらない理由はないですよね。まだ持ってないよという人もこの動画を見て興味を持ったらぜひ買ってみてほしいです。1000円以下でこのクオリティはめちゃくちゃコスパいいと思うのでぜひ検討してみてくださいね。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録や高評価、たくさんのコメントなんかもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。